Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. Today let's talk about why this R is italicized. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。今日はこのイタリック体の R についてお話しします。こういう風に母音の前の R は普通の R だけど、母音の後にある R はイタリック体、斜体、つまり少し斜めになっている辞書とか参考書が多いですよね。これなぜだかわかりますか？まず答えを言う前に皆さんもちょっと考えてみてください。もしかしたらこの2つの R は微妙に音が違うんじゃないかと思っている方も多いんじゃないかなと思います。でも違います。音は全く一緒です。少なくともネイティブは全く同じ音のつもりで発音しているそうです。そもそも微妙に違う音って日本語で例えるとどういうことなのかなって考えることがすごく大事です。そしてそういう音があったとして、それを日本人が自分で発音してて気づいているのか気づいてないのか、そしてそれを表記する必要があるのかないのか、そういうことまで考えてみるとまた全然違います。それか、もしかしたらこのイタリック体の R は発音してもしなくてもいい意味だと思っている方も結構多いと思います。じゃあまずその発音してもしなくてもいいっていうのがどういうことなのか、ちょっと日本語で考えてみましょう。日本語の例だと、例えば東京の都心部に JR の山手線っていう環状線の電車があるんですよね。で、この電車のことを山手線って言ったり、山手線って言ったりするんですよ。つまりこののは発音してもしなくてもいいわけです。どっちでも通じるわけです。だからこの発音してもしなくてもいいっていうのはそういうイメージかなと思います。つまり英語のイタリック体の R を発音してもしなくてもいいっていうのは山手線ののみたいな感じということになるのかなと思います。でも違います。そういうことじゃないんです。あともっと現実的な話をすると、ほとんどの人は正直 R がイタリック体になっていることに気づいてないんじゃないかと思います。実際知り合いの高校の英語の先生で、留学経験もあって発音に対する意識は高い方で、その高校の英語の先生の中では一番発音がいいと言われている先生が、この R がイタリック体になっていることなんて今まで全く気づいてなかったって言ってたんですよ。これが発音記号の現状なんですよ。だって先生だって習いたくても習うチャンスがないですからね。これが発音記号の現実なんです。さて、答え。実はこの答えは僕は青山学院大学っていう大学の英語音声学の横谷照夫先生っていう方から習ったんです。このイタリック体の R を発音するとアメリカ英語の発音表記。このイタリック体の R を無視するとイギリス英語の発音の表記になるということなんです。というのもアメリカ英語では綴りに R があったらそのまま R を全部発音するんですよ。でもイギリス英語では母音の後の R は発音しないんです。その代わり母音の音が変わります。だからこの表記の R を消せばそのままイギリス発音の表記になるということです。イタリック体じゃない普通の R はアメリカでもイギリスでも両方発音する。イタリック体の R はアメリカでは発音してイギリスでは発音しないということです。なぜかというと、英語の発音記号ではアメリカ英語とイギリス英語両方載せたいんですよ。でも両方載せちゃうとスペースを結構取っちゃうじゃないですか。だからできたら一つのスペースで両方書き表したいんですよ。だからこういう方法を考えたわけです。じゃあちょっと例を見てみましょう。まず車の car。アメリカ英語だとそのまま R を普通に読んでフォニックスでいうショート O に R。で、イギリス英語だとこの R を消します。だからイギリス英語の father とかのこの母音と同じになります。僕はイギリス英語は普段話してないので、ケインブリッジの辞書の音声を聞きましょう。アメリカは car, car, イギリスは car, car, ここまでは割と簡単ですよね。R があればアメリカ、R がなかったらイギリス。次からはちょっと記号を解読するのが難しいですよ。耳の ear。アメリカでは R を読むんですけど、決して ear じゃないんですよ。このイタリック体の R の前の E の逆さをアメリカでは読まないんです。アメリカでは E の逆さは消します。だから ear。フォニックスでいうショート I またはロング E に R。一方でイギリスは R を消します。で、残ったものを読みます。イギリスは ear, ear, アメリカは ear, ear, この二つも同じです。アメリカでは R を読むけど E の逆さは読まない。一方でイギリスは同じように R を消す。この E の逆さを読みます。イギリスは fire, fire, hour, hour, アメリカは fire, fire, hour, hour. イギリスはイタリック体の R を消す。アメリカはその前の E の逆さを消すということです。で、こういう風にいちいちアメリカの時はこう読んでイギリスの時はこう読むって考えるの大変じゃないですか。だから本当は両方覚える必要ないんですよ。
自分はアメリカで行くんだとかイギリスで行くんだとか決めたら、片方の読み方だけ覚えればいいと思います。日本語で例えるなら、外国人日本語学習者のために標準語の発音と大阪弁の発音を両方載せてるようなものです。うちの妻が中国人なんですけど、日本語やるときにも標準語の発音だけで手一杯なのに、とても大阪弁の発音まで覚えられないって言ってますからね。だから英語もイギリスかアメリカか片方の読み方だけ覚えるのが現実的です。っていうか読み方が紛らわしくなるくらいなら、アメリカ発音だけ載せてイギリス発音の記号を載せるのは諦めるっていう勇気も大事じゃないかっていう風におっしゃってる先生もいらっしゃいます。よほどどこかの方言とかにこだわってる人以外はそれが現実的かなとは思いますね。いろいろ意見はありますけどね。じゃあ続きです。空気の air。これもアメリカでは R を読んで、その前の E の逆さを消す。フォニックスで言うとショート E に R です。アメリカは簡単。で、イギリスはやっぱり R を消すんですけど、実際の音声は僕が知ってるイギリス人たちはこういう発音ですね。二重母音っぽくないんですよ。でもこの記号、つまりフォニックスでいうショート E とは区別しますね。この記号は。こっちがアメリカです。air, air, そしてこれ、筋肉痛の sore muscle とかの sore。これはまずイギリスの方は簡単で R を消して、saw, saw, アメリカの方は sore, sore, 音的にはイギリスの英語に R をつけただけと考えると簡単かもしれません。ただ別の動画で説明したんですけど、アメリカ英語はネイティブの頭の中ではこうなってるんです。O、これなんです。なんでかっていうと、同じ C の逆の記号を使ってもイギリスとアメリカではだいぶ音が違うんです。そういうのがややこしいんですよね。それでその別な動画で、アメリカ英語では本当はこうなのに、なぜ C の逆の記号をあえて使うのかっていう理由の一つは説明したんですけど、二つ目の理由は説明してなかったので、これから説明します。こうやって記号を書くと、イギリスとアメリカで全く違う記号を使ってしまうと、スペースを二つ分使ってしまいますよね。だけどこうやって書くと、一つのスペースでアメリカとイギリスを両方書き表せるんですよ。で、イギリスでは R を消して読む。そういう理由なんです。一つのスペースでイギリスとアメリカを書き表せるというメリットがあります。イギリス英語だとこの痛い saw は見た saw 同じ発音になるんです。saw, saw, 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 アメリカだとこの二つは全然違いますよね。saw, saw, sore, sore, R 関連の読み方は実はもう少しあるんですけど、今日はこのくらいにしておきましょうね。おそらく同じ記号なのにイギリスはこうでアメリカはこうでって聞いて、もう訳がわからなくなってしまっている方が多いと思うので。だから現実的なのはアメリカかイギリスの読み方どちらか一つだけ覚えて、もう一つは無視するということです。それでもかなり紛らわしいですからね。やっぱりユーザーの視点からするとアメリカとイギリスという違う発音を一つのスペースで書こうとするのはやめてほしいと思いますよね。それかちゃんとこういうルールを説明してほしいって思いますよね。発音が得意な先生でもこれ読めないんですからね。これを中学生、高校生に読ませるっていうのはちょっとハードルが高すぎるんじゃないかなと思いますね。まとめると、このイタリック体の R はアメリカ英語なら読む、イギリス英語なら読まない。そしてこのイタリック体の R の前の E の逆さはアメリカ英語なら読まない、イギリス英語なら読むということです。こうすることで一つのスペースにアメリカ英語とイギリス英語の両方の発音をかけるということです。今日の動画が少しでも役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。